空き缶の塗装って、すごく綺麗ですよね。かなりの手間がかかってますよね。なんだか捨てるのもったいなくなってきました。そのまま素材にすればいいのでは？てなわけで早速作っていきましょう。ミニチュアの剣と盾を作ります。蚊槍の12分の1サイズにするので、一度紙で切り出してサイズを確認しつつ、微調整しながら展開図を書き殴ります。そんなこんなで展開図の完成。この図面をアルミ缶に転写して、缶でペーパークラフトを作るって感じです。空き缶をさばきます。粗雑なこの人間は素手でやってますが、良い子は真似しないで手袋つけてね。使えそうなところを避け、部品よりちょい大きめに切り取っておきます。分厚い缶の底も利用しますよ。マスキングテープに移して、貼り付けて、切り出します。パワーで。勝ちました。断面も処理して、歪みも直したら、メインパーツの出来上がり。今度は胴体から部品を切り出しましょう。デザインナイフと定規を駆使して、計画みたいな感じで転写してます。折り目と製図用の線は浅く、切り取る部分は少しだけ深めに。このあたり効率化できそうですが、手書きで書いた方がやっぱりね。人の温かみだとか、こだわりだとかが、ねえ。嘘です。すみません。設備がないだけです。折り目をつけるには、書けなくなったボールペンでなぞるといいですよ。ニードルとか定規沿わせるよりもなぜかいい感じになります。なぜ？書き終わったので切り離します。ちょっとハサミを入れて、切り取り線に沿ってペコッと折り曲げてみます。これを何度か繰り返すとポロッと取れます。ハサミで切ると面が潰れがちですが、このやり方なら綺麗に切り離せます。全パーツでこの過程を終えますと、切り出し完了。お次は組み立てです。縦のフレームを作ります。ゆっくり曲げて表情をつけます。適当な棒やら指を添えて、手で優しく。家中のありとあらゆるサイズの細長いものをかき集めておくといいですよ。折り目はピンセットで。角になったとこの塗装だけ剥がすとメリハリ効いていい感じ。接着部はプラ類同様に面を荒らします。食いつきが良くなる気がしています。それっぽくなってきましたね。くっつけます。使うのは接着剤と手頃な針。その辺の紙に一滴ほど垂らして用意した針を塗りはけに使います。これ、量の調整がしやすいんですよ。粘度ちょうどいいとかなのかな。爪楊枝とか色々試したんですが、現状、待ち針が一番使いやすいです。そこの部品と合体。無地だけども、これはこれでよし。グリッド、こやつらをパイプ状に丸めます。直径3ミリ前後の棒に、つま先で巻きつけていきます。今使ってるのは多分、タミヤの安いニードルだったかと。ここで登場したのはネイルアート用のペン。先の球体が内部から成形するのに程よくて、これがないと筒状にするのはむずいです。難度ここだけで4層構造です。今回は女神デバイスなどの TVC 製手首に持たせることを想定しているため、一層だと握力に耐えきれません。この青い部品にはプチギミックがあります。紋章的なところにちょっと特殊な加工をします。さっきのネイルペンが再び登場。外側に向かって少しだけ押し広げると立体感が増して気持ちゴージャスに見えます。ぷくぷくのシールみたいで可愛さもある。
剣を組みます。白いやつは紙で作ったのり白。仮止めして隙間に接着剤を流し込みます。こっちの持ち手も二重構造。装飾パーツは小さくなりがちなので吹き飛ばしてしまうこともしばしば。そんなこんなでもうすろ完成です。空き缶を使った剣と盾の完成です。イエイ。早速持ってもらいました。紋章はペプシ缶の色合いに寄せてみました。鋭そうですが、もちろん切れ味なんてありません。この関心だけ隠れるサイズ、いいよね。縦にはちょっとしたギミックがありまして、剣の音をできるようになってます。裏側の色分けもこだわりました。現実にはなさそう。でもロマンなので